今日なんですけれども、先日私がやった手裏剣を2本同時に打つ、要は2本持って打つ、これの亜種というか別バージョン、いろんなやり方、いろんな考え方があるので、それをやって遊んでみようかなと思います。別バージョンの前に、前回お話をした基本的な2本同時打ちの場合、私はこのように1本と同じように持ちます。で、1本の時と同じように持つ。ただほんの少しですけれども、1本の時よりはずれます。1本の時にはこのちょうど人差し指と中指の隙間に手裏剣が置かれるような形なんですけど、2本の時にはほんの少しだけずれます。ただこれはほんの少しなので、太い1本の手裏剣がここにあると思って打っています。それで、打ち方は極端に手首を返さずにこのまま打つ、それが前回お話をした通りです。ちょっと基本的な打ち方おさらいです。手首のスナップは使わずに1本の手裏剣を打つ気持ちで打つ、これが基本的な打ち方です。亜種といってもね、そんな変わったことやるわけではないんですけれども、近間でこういうやり方をする時があります。手裏剣を持つのではなくて、握るというか、どう言えばいいんでしょうかね、左手で打つ手と逆の手で持っている時と同じ感覚で手裏剣を持ちます。で、この持ったまま打つ、こういう打ち方をする時があります。この時もできれば1本の大きい手裏剣を持っている気持ちで打ってみてください。遠いとねばらけちゃうので、私は近までだけなんですけれども、この練習やっておくと、これ以上手裏剣が増えた時に便利だったりします。基本的な打ち方としてご紹介した普通の手裏剣と同じように持つ、そうではなくて、もう握っちゃいけないな、すいません、普通に手裏剣を持つ、この状態で打つ、身も蓋もないんですけれどもね、ただ持ったまま手から抜けていくだけなので、的であればいいんですけれども、手裏剣が武器術である以上は相手を想定するシチュエーションも考える時があります。相手が向かってくる時に、持ち方はなんてやっていたら間に合わないかもしれない。そういう時にはもう持ったままこのまま打てるようにする。もちろん1本でも、要はその手を筒とみなしてここから抜けていくだけなんです。だから押さえが効かないから回転しやすいので近間ですが、多少だったら遠い距離でも、これくらいだったらいけるかな、だいぶ踏み込んでますけどね、これぐらいだったらなんとか、フォークとかナイフを持つようなこんな手で、人差し指は添えずに横にずらしてますけれども、この形で例えば2本握り込んで打つ、このように普通に持った状態からそのまま打てるようになると、例えば3本でも複数本打てるようになります。ただくどいようですが、回りやすい、指での押さえが効かないので回りやすいので、近間でやるのが一番いいんですけれども、ただ近間で練習するので、これやるときには跳ね返り気をつけてくださいね。今みたいに手裏剣同士が当たってしまって跳ねてくると結構怖い
跳ね返り方をすることがありますので気をつけてください。その畳とか、木のターゲットでもそうなんですけれども、跳ね返りやすいターゲットってあります。でも一番怖い跳ね返り方をするのは先に刺さった手裏剣に当たること、これが一番怖い跳ね返り方しますので気をつけてください。それと2本同時に持って打つ、これは通常の持ち方で打つ場合なんですけれども、上からだけじゃなくても同じように打てるように、例えば下からでも、あとは例えば今朝、当然反対側も複数持っても1本と同じということは、やはり同じように打てるようになっておくのがいいかと思います。合わせて、2本同時に持っていて、例えばこう持っているとします。で、例えば2本同時に打てるようになると、相手を想定した場合ですが、通常の手裏剣を打つ持ち方で持っていてもいいんですが、普通に持っていた時でも、要は手裏剣を構えずに持っている時でもこのまま打てるっていう話を先ほどしました。ということは慌てる必要がなくなるということです。何よりもこう持ってるということは2本同時に打たなくてもいいんです。こう持っていれば以前ご紹介しましたよね。これで1本ずつ打てます。右手に例えば複数本持っている、先ほどの持ち方で持ち替えて打つ。で、手を上げるときにまた、要は片手に複数本持ってても1本ずつ打てる。これはできるようになっていると気持ちが楽です。つまり1本でも2本同時でもどのようにでも打てる。例えば今日は4本持ってますが、4本を片手に持って例えば1本ずつ打ちます。このまま2本同時に打つ。こういうふうにある程度その時の状況に合わせて任意に手裏剣が打てると気持ちに余裕が出てくるんじゃないかなと考えます。これを言い出したらキリがないんですけれども、じゃあ自分が手裏剣を持っていて相手が刀や槍を持っていて襲われる状況があるかって言ったらそういうことでもないんですけれども、ただこういうことができるようになると、要は手裏剣を持った時の気持ちに余裕ができる。1本ずつでも打てるし2本同時にも打てる。ちなみにもし、本当に私がたまたま手裏剣を持っていて相手が刃物か何か持ってきて襲ってきた、そういう時には迷わず逃げます。それでもこれ使えって言われたら別な使い方もしますけれども、刺さらなくていい、そういう時にはもうこれで逃げるといい。刺さっちゃいましたけどね。叩きつけて逃げる、それでもいいと思ってます。無意識に向けちゃうんですよね、これ。ちなみに今4本打ちました。4本ぐらいでしたらね、あんだけ近ければ簡単に刺さってしまいます。逆に言うと、そう刺さるものを手に持ってるっていう自信というか、余裕ですね。やっぱりそういうふうなものは生まれると思います。両手に複数本持って、で先ほど1本ずつ打ちましたけれども、これを両手で行うとこういう連打になる。
これは何度かご紹介をしているかと思います。ちょっと今ゆっくりやってますけれども、このように複数本を手に持っていてもできることが増えてくると、気持ちに余裕も生まれるし楽しくなる。当然その瞬間瞬間でやることは1個なんです。ただし、選択肢が増える。これはやはり楽しいことだと思います。一本一本打つでもいいし、同時に打つでもいいし、今のだって2本同時打ちです。例えば両手で打ってたのを同時に打つ。ほんの少し組み合わせを変えるだけ。ただそれだけで全く新しいもののようになる。これはすごく楽しいことだと思います。というわけで今日は片手に複数本手裏剣を持って遊んでみました。複数本持ったからといって複数本打たなければいけない、同時に打たなければいけないという決まりもないし、1本ずつ打ってもいいし打たなくてもいい、そういう、選択肢じゃないですけれども道具なので、使い方はその人次第。ただ2本持っていたら2本打てるようにもしておくし、1本ずつも打てるようにしておく。そういうことをしておくことでその場でできることというのが増えていくんじゃないかなと。そういう増えた気持ちに余裕がある中で何ができるかが面白いところなんじゃないかなと考えています。こんな形でいろいろ遊んでいますので、もし何か興味のあるようなことがありましたら気軽にコメント欄に書き込んでみてください。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。